こんばんは。建築情報学会チャンネル第2回が始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは、広島工大からで、もうキャップでわかると思いますが、広島広田さんだと杉田さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、杉田さん、もう皆さんご存知だとは思うんですが、教育に実務に、大車輪の活躍をしている建築デジタル教育界の、衣笠幸男と呼ばれている杉田さんですが、一応簡単にこれまでの経歴とか聞いておいていいですかね。僕が今更聞くのも変なんですけど。はい。ですね、私は高校3年の時に交換留学生で、アメリカの方に行きまして、高校で行ったんでしたっけ？大学じゃなくて。高3の交換留学生として最初に行って、でそれから向こうの、学部に進むことになって、パーソンズスクール・オブ・デザインっていうところで、専攻はインテリアデザインでした。で、その時に、ちょうどテロにあったので、豊田さんが多分コロンビアに行かれてた時ですよね。僕ちょうどニューヨーク行った時ですね。そうですよね。あの時に僕学部の2年生ぐらいだったんですよね。あの時じゃあニューヨーク同時にいたんですね。はい。パーソンズだったらしかも近いし。近いし、でコロンビア行ってました。じゃあ安藤さんが来られた時にレクチャーに聞きに行ったりとか。安藤さん来てたっけ？テロの後でしたよ。911から半年ぐらい経った時か。じゃあカルダー財団やってた時だな。はいはいはい。で、そうですね。実はテロの後休学してバックパッカーでヨーロッパずっと回ってた時期とかもあるんですけれども、学部が終わった後アメリカで2年働いて、当時パーソンズってそんなデジタル教育とかまだやってなかったですね。まだなかったですね。デジパブレーザーカッターが入ってきて、うちの下の代の学生たちが使ってる感じでした。だから僕はもうそのレンダリングしたりアニメーションしたりする程度でしたね。で、2年アメリカで働いた後、今度は、中国に行って MAD で1年間働いて、でそれからペンシルバニア大学の方に、行きました。それからまた中国1年間行った後アメリカに戻って大学院に進んで、3年間、大学院で建築を学んだ後日本に戻ってきてます。でそれが2010年なのでちょうど今年で、10年目になりまして2012年から2年間は東大のブチケンで、コースアシスタントをしていて、伝説のスーパー TA を輩出しまくったとか、ね、伝説かどうか分かんないですけど、優秀な人たちに囲まれて2年間、働いて、で2015年から、広工大で働いてます。なんで広工大なんでしたっけ？広工大はうちの兄貴も実は働いていまして、デジタルデザインに力を入れて教育をするっていう、その時期に、働き始めることになって、それが2016年からスタート、いたしましたので、今ちょうど4年目ですね。だって杉田さんが行く頃は別に広工大デジタル教育その前はやってなかったですね。杉田さんが行ってからもう突然そういうのを始めた感じですよね。そうです。そうです。2016年に、カリキュラムの、大幅な変更があるときに、木工インテリアっていう、本当ものづくりですね、それとデジタルデザインっていうのを、新しい日本の柱としてカリキュラムの中に組み込んで、そうですね、それで、今に至ってます。そうだ、広工大が今や日本のデジタル教育の核になる学校の一つになってるみたいなそれがたった数年でできてるのがすごいと思うんですけど、僕は本当杉田さんすげえなと思うのは大学のカリキュラムを CAD とか BIM とか
プログラミングとか、でデジタルファブリケーションとか全部立ち上げて回してて、かつそれを全部社会人向けにもやってて、で実際の設計実務を設計事務所でやっていて、で今年から秋フューチャーの実行委員会もやってるはい、建築学会のなんか書籍とかもやってるし、はい、で今建遅れ築学会のてますけど。立ち上げと書籍もやってるじゃないですか。はい。どうやってその全部を回して、かつ全部ちゃんと実行的にこうやってる、どういうモチベーションと。どうかな。広工大の事業を最初にこう立ち上げるときにはいろいろ考えました。で最初一人ですよね、本当に教えられるのって。通りですね。で、もともとうちの事務所で勉強会をしてたんですけれども、そこで本当ライノセラスとかプロセッシングとかをこう集まって勉強する会をやってる時に来てくれたメンバーが、今実際は非常勤で、授業を助けてくれていまして、そのつながりがなかったら正直実現してないなと思いますね。なんか自発的な勉強会ってやっぱこういうの大事ですよね。そうですね。僕らが昔やってた RGSS みたいなのとか、もうまさにそうですね。あそこからやっぱりいろんな人がこうつながりができて、お互いに知見を学び合ってみたいな、こうああいうところから広がるもんですよね、やっぱね。そうですね。で、今もなんか広島ビムゼミとかなんかいろいろやってるじゃないですか。いつぐらいやってるんですか、社会人向けには。社会人向けっていうわけでもないけど、でも、ビム実習っていう授業が2年の後期にありまして、コンピュテーショナルデザインっていう授業、これライノとかグラスホッパー、で、その後デジファブの授業があって、で、ビム実習まで、これパスしないといけないんですけれども、それ全部杉田さんが教えて。そうです。はい。で、それパスする学生が大体60人いるんですよね。で、その60人をこう見てるときに、この学生たちがこう広島で働ける場が作んないとこれはやばいなと思って、それで、ビムゼミを、まさに一緒に担当してた、田原先生っていうのと、杉田設計の長谷川と一緒に始めました。で豊田さんにも来ていただいて、多分この後ろに写真今入れ、あとこの後出てましたね。で、大学で教えることは学生に教えればいいのであれなんですけれども、やっぱり実務の人たち、建築業界ですよね、広島の建築業界を、こうビームに変えていくっていうことになると、やっぱりこうまずはコミュニティ作んないといけないなと思ったし、逆にそこに学生が見に来て、コネクションが生まれれば、その BIM を使いたいんだけど人手が足りない企業と、BIM を生かして仕事をしたい学生たちの、接点になるんで、変な就職活動なんかにも全然健全なこうコミュニケーションが生まれるんじゃないかなと思ってやってます。今でも始めてまだ4年とかだからそんなにこう排出は続いてないけど、でもやっぱり就職を地元でして、その能力を生かして地元で働き始めるみたいなサイクルででき始めてるんですね。ちょっとずつできてますね。広工大ってもともと地元の就職率は高いんでしたっけ？地元の就職率が高いです。はい。今すごい就職いいので、それなりの企業にこう入って東京、大阪の勤務になる学生多いですけれども、やっぱり広島で働きたいっていう学生は一定数はいるので、そういった学生がこう活躍できる場っていうのはやっぱ増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。今ちなみに大学のカリキュラムって、さっき言ったみたいにそのプログラミングあり、ライノグラスホッパーもあり、ビムあり、それ大体何人ぐらいで教えてる感じに増えてきてる？コンピュテーショナル、大体3人ぐらいで教えてます。私含めて。で、コンピュテーショナルデザインっていう授業はやっぱ多くて120人ぐらいなので、なかなか大変なんですけれども、僕も2年ぐらい前から
これ、なんかわざわざ授業に学生集めて、この使い方を教えるのも馬鹿らしいなと思って、バカらしもう い。映像でやっぱり撮って、こう、学生たち好きな時にこう巻き戻しながら見た方が絶対に理解しやすいよなと思ってたんですよ。で、そのタイミングで今コロナが始うまったん。んで、今、全てこうその教材を作り直しています。うん。だから、まあ、2年間ぐらいかけて整備しようと思ってたのを今、半年で全部作ろうと思ってやってるので、結構大変ですけど、でも学生たちからは、ある程度好評を得てます。じゃあもう動画アーカイブにして年間いつでも自習できるようにするみたいなことですか？うん、そうですね。おで、広で、いすごいデジタルファブリケーションの設備とか場所も、まあ、いい感じに揃ってるじゃないですか。あれのアはい。クセスとか学生の仕様とか、あと専用のデジファブが使える教員みたいなのってどうなってるんですかね。えっと、まあ、今まだ授業で使うっていうことが、まあ、主体になっていて、あとは、まあ、僕の研究室の学生たちが3年生、4年生がいますけれども、まあ、彼らがこう使うっていうのは、一般的にされてます。で、デジタルデザイン系の授業と、設計の授業っていうのがちょっとこう、そこまでこう一体していないので、一体化されていないので、もう少しそのデジタルデザインで学んでることをこう設計の方で活かしてもらって、それこそ模型なんかももっとデジバブ使って、作れるような環境には整備していかないといけないなとは思ってるんですけれども、まあ、人数が多いので、使う学生がやっぱり一気に増えた時に管理ができないなと。まあ、アメリカの大学院とかだとやっぱり結構なアルバイトの数を入れて、レーザーカッターのオペレーターとかしてたんですけれども、まあ、そういったことも視野に入れないといけないかなと思っているところです。そうね、アメリカの大学のすごいのは設備もすごいけど、その専門のこうエンジニアとか、ね、その設備そうそうのそうそ専門の人とか教える人とかもすごいし、う。うん、学生にアルバイト料払ってこう補助させるじゃないですか。そうですね。あれのウィンウィンの関係とその組うん、織の作り方うん。がやっぱすごいですよね。すごく、まあ、うまくできてますよね。うん。うん。で、やっぱりなんか僕もそれから見習うことすごく多いなと思っていて、まあ、TASA の制度はあるんですけれども、それを除くと、縦のつながりっていうのが、まあ、どんどん薄れてきてるんですよね。うん。先輩の模型手伝うとか、うん。なんか先輩の模型手伝ってる時に、なんか建築家の話聞くとか、うん。そういう場面っていうのが本当に限りなく少なくなっていってるので、何かしらこう縦のつながりを作ることができないかなってことは、常々思ってます。うん。それは例えばなんか仕事を振るとかそういう役割を作っていくってことですか？まあ、うちの例えばゼミだと、3年生が入ってくると、もう結構集中的なワークショップをやってるんですけれども、それの半分は、今、4年生とか院生が3うん。年生に教えるっていうようなのにしています。で、少しでもゼミの中の縦のつながりも作んないといけないと思うし、あとは、広工大には去年から院生が学部生を助ける活動っていうのが始まったんですよ。いやボランティアベースで。ボランティアで。うん。で、なんかもうそれもやっぱりすごく素晴らしい活動で、毎週こう集まって設計の課題を先輩に見てもらうっていう、多分昔だったら普通にどっかの研究室に行って、先輩と仲良くなってやってたこと、それもちょっともうほぼゼロになってるので、仕組みから作んないといけないっていうのが現実かなとうん。思いますね。まあ、なんか僕は建築教育をここは考える上で、やっぱりまあ建築家をたくさんこう育てる、優秀な建築家を育てるっていう、まあそのスタンスも大切だと思うんですけれども、なんかやっぱり教えるのが上手な人を育てたいなと思ってうて、ん。なんかそれは別に教師を育てるっていうわけではなくて、人に教えるのが得意だとか、人にうん。教えるのがすごい好きだっていう人を育てることで、
なんかもうちょっと日本のこう経済もうまく回るんじゃないかなと。うん。企業の中でもやっぱりそこがうまくいってないから、なかなか下の人がこういなくなっちゃったり、えーこれまでのこう技術が継承されないっていうところあると思うので、うん。なんかそれをもうちょっと意識的にやりたいなっていうのはあります。そうね。大学とかで、まあ、その事務所もやっていて、大学で教えてるとすごく感じるんですけど、うん。やっぱり事務所って言っても、なんか知識がある程度プロフェッショナルにたまる可能性があるのが、うん。大学って毎年新陳代謝するから、なかなか知がたまりづらいですよね。そうですね。ここをどう工夫するか、大学として工夫するかってすごく大事だし、難しいところだと思うんですけど、うん。それがコロナになって、リモート授業とかになると、さらに知の蓄積とか共有って難しくなるじゃないですか。一方的になっちゃうから、それそうですね。とかって、まあさっきアーカイブ作ってるって言ってましたけど、それなんか工夫とかしてます？うん。まあ、映像のアーカイブは、まあ、一つ、すぐにできることかなと思ってやってますけれどうんも、やっぱり、なかなかこう、横のつながり、縦のつながりが、もうほぼない状態になってしまったので、うん。これをどういうふうに、新しく、こう、コロナ対応にしていくのかなっていうのは思ってますけれども、まあ、うちの院生の奥川っていうのが、バーチャル広講台っていうのを作って、それで、今、クラスターにこう上げて見れるようになってるんですけれども、杉田さんが実は校長先生みたいに玄関脇でそう立ってそうそうそう、やつ授ね。業で使ってます。はい。あれって、実はその奥川が、コロナで1年生が全然キャンパスに来てないうん。ので、キャンパスを案内したいっていうモチベーションでこう作っているんですよね。素晴らまあ、しい。素晴らしいストーリーなんですけど、なんか、でもあの広すぎたっていう話も聞きますけど、そう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 。実物大で一人じゃ作っちゃった。広すぎる。なんか、そこが、そういう、まあ、さっきのその教える精神というか、後輩をこう、後輩を思いやるような、なんかうん。そういったものは逆にオンラインでもできるわけだっていうのは見せつけられたような気がしてて、なんかオンラインになったからそこが全然こう手立てがないのかっていうとそうじゃないっていうのを逆うん。に僕は学ばしてもらいました。あとね、クラスターとかも今、いろんな大学の、まあ、ちょっと変わった人というか、うん。得意会的な人が一人で作っちゃうみたいなのが多くて、でもそれでもすごくやっぱりそれがきっかけになって SFC のキャンパスとかもそうですし、うん、まさにそなんうですね。かいろいろできてますよね。でも、ああいうのうん。がなんかこう、むしろ共同作業になっていくと、うん。リモートはリモートでもなんかシェアできるし、役割分担うん。とその、なんですかね、思いやりというか、うん。共同作業でできることってなんかいろいろあるんだろうなっていうのは、あれ見てるとすごい思ったんですよね。うん。うん。SFC なんて本当にすごいですよね。ね、あそこもすごい楽しそうですよね。この前なんか花火とかやってましたもんね。そう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 。あれ、奥が見た後かなりこうショックを受けてました。あそこまでできないっつって。いやそれいや、あんた一人だからできないよ。チーム作ろうで。そうですね。うん。うん。うん。で、じゃあ今、大学とあれですよね、その社会人向けというか、義うん。務ゼミみたいなやつ、はい。あれは全く別組織でやってるんですね。そうです。で、実務やでってるでしょ、だって、杉田さん。で、そうですね。まあ、本当にガチの設計ってなると、そこまでやっぱりできてないのが実際ですけれども、まあ、上にもちょっと出てると思います。僕の、ペンシルバニア大学の1個上の先輩の福西健太と、杉田設計で一緒に、保育園設計させてもらったりしてます。で、まあ、そこにも結構積極的にコンピュテーショナルデザインは入れていて、うん。えそこに研究室の学生なんかはかなり関わっています。うん。なんで、か、こういうスキルがあると、いろんなコラボレーションとかに抵抗うん、がなくなるというか、そういう感そうですね。覚がね、すごく閉じないでできるようなのもできてきますよね。
うん。まあ、社会に出る前に一度やっぱそういう環境に身を置くことってすごく大切だと思うし、うん。あの、まあ、そういうのを自信につけてもらって、また積極的にいろんなことに繋がっていくっていうのは大きいかなと思ってます。うん。でもね、なんか僕こう、しかも東京だとやっぱりなんだかんだ大学集まってて、うん。いろんなリソースや情報そうなんでもやっぱすよね。り集まりやすいじゃないですか。それをあえうん。て広島でやるっていうのも、それもすっごいチャレンジングだと思ってて、そうん。の、まあ、ぶっちゃけ大変なところと、でも言ったってここに可能性があるよみたいなのってどんなとこがあるんですかね。まあ、非常にサイズ的にはいい街だなと思っていて、まあ、僕別に広島市出身じゃなかっても、結構気に入るだろうっていつも思ってるんですけれども。それは広島で 出身だから。あの、まあ、広島ビームゼミだとかやっていても、まあ、大体こう新しく知り合っても誰かの知り合いって感じなんで、うん。ま、すぐにこう気が合う人たちが多いとでも思います。東京だって10人ぐらいしかいないじゃないですか。そんなに多くはないですよね。うん。いや、でも東京のイベントにこの間行かせてもらった時に、結構みんなあっさりこう、イベント終わったら、じゃあ、お疲れ様でしたっつってみんな帰っあ、てて、あ、東京の人はやっぱりドライだなっつって。うちだとなんか、夜中までみんななんか初めて会ったのにこう、うちでビール飲んでるみたいな感じになってるんで。確かに杉田設計遅かった夜。そうでしょ。半分ぐらい多分初めての人だったと思うんですけれども。うん。でも、それはやっぱり何をする上でもすごくプラスになると思います。でもなんかそういう。地方ならではのなんか可能性とかうん。役割とかってまあ教育の部分でも、実務の部分でもどんな可能性があるんですかね。もしくはまあ、今のね、ポストいパンデミックみたいな話がむしろ切り開く地方の可能性みたいなのも含めて。そうですね。そうね、ポストパンデミック、難しい質問急に来ちゃったな。あの、まあ、街もそんなにこう人も多いわけじゃないし、えもちろん市電に乗ったりバスに乗ったりしてコミュートしてる人はたくさんいますけれども、まあ、例えば子育てするにしても、自然も結構近いし、海も山もあるし、えなんとなくこう、フレキシブルな生活っていうのはできるんじゃないかなって思ってます。うん。まあうん。今のリモート授業が中心のやつって、まあね、それしか選択肢がないのはかわいそうとはいうん。え、うん。なんか地方だ、東京だっていうのにこだわらずにいろんなコラボレーションとか、協うん。業がもうオンラインでもできちゃうっていうスキルを身につけてるっていう意味ではすごく大事な環境なのかもそうね。ですね。うん。それは思います。今うちの研究室の学生たちも、その東京のアルバイトなんかもオンラインでやってるので、うん。そういうことを考えると東京の学生と一気にこう差がなくなったのかなと。リモートアルバイト全然できちゃいますもんね、今ね。うん。うん。うん、で、それで言語さえあれになっちゃえば、海外で働くってのも別にリモートでもできちゃうし、うん。うん。で、特にデジタルスキルがあれば、よりユニバーサルでインターナショナルになってきますもんね。そうですね。うん。ね、すごい、海外留学もすごい積極的に尻叩いてるじゃないですか。うん。してます。まあ、留学っていうほどでもないですけれども、でもしっかり海外も行って、ワークショップしたりだとか、えまあ、逆にこう、グラスホッパーとかライノとか使える学生なんで、うん。それでコミュニケーションを取ればいいと思うんですよね。あれね、技術があると、うん。それでコミュニケーション取れちゃいますもんね。そう、もうまさに僕がやっぱりそういう学生だったし、うん。うん。それで本当いろいろな得なことが多かったから、少しでもそういうのを体験してもらいたいなって思ってやってます。やっぱり行って帰ってくると若干変わることが出てきます。うん、変わる学生多いと思います。うおん。全く変わらない学生は逆にほぼいないかもしれないですね。何かしらやっぱりちょっと変わって、え
いますね。休学する学生もいますし。杉田さん、じゃあそういう実務でも本当ね、杉田さんに何やってるのか聞いて、いろんな他の大学でこういうのをやりたいけど、どうしようと思ってる人にこう勇気持ってやってもらいたいなと思っていろいろ聞いてたら、スーパーマンすぎて、いや、俺真似できねえわって話になっいえいちゃうえいえ。状況でもあるんですけど、でもまあ地道にいろいろ仲間増やしていけばいいって話ですね。そうですね。学生もさっきの仲間にしちゃえばいいし。そう、広島の話じゃないですけども、やっぱり仲間が作りやすい環境だったから、いろんなことに、取り組めたっていう感じですね。あと5分になっちゃいましたけど、はい。その視点で、じゃあ一応本題に最後1個だけ戻すと、はい。建築情報学会みたいなものに、杉田さんって今、建築情報学会の準備って学会準備チームと今書籍準備チームになんとなく分かれていて、それぞれで進めてるんですけど、杉田さんってほぼ唯一両方に捕まってしまった風な人なんですけど、その価値ってどういうところに見てます？そうですね。僕はやっぱり今一番取り組んでるのが教育なので、建築教育のアップデートっていう観点から、やっぱり学会としてできることが多いんじゃないかなっていうふうには思ってます。もちろん、研究の発表の場とか、いろいろあると思うんですけれども、やっぱりこの建築教育をこう考えていくところを、本当にこう熱心にやってることってない、そういう組織があんまりなくて、で、もう個人の努力に委ねられてるっていうのが非常に大きな課題かなと思っていますんで。そうですね。この領域ってなんか得意会としての個人に委ねられてるところがちょっと大きすぎますよね、今のところね。そう。だから、学会として、それをやっぱりバックアップしたりだとか、そういった場を作りたいなっていうのは思います。そうじゃないとやっぱり、なかなかこれから海外の、建築の教育なんかと比較した時に、差がどんどんやっぱり開いちゃって、うん。それは感じますよね。それはやっぱり感じます。で、日本の留学生もやっぱりどんどん減ってきてるので、劇的に減ってますよね。だから海外をこう見て、その後こう日本を見てる人って、やっぱ少なくなってるのがすごく寂しいですよね。海外、ただ賛美すりゃいいもんじゃないけど、やっぱり相対化して学んでいく姿勢ってやっぱり大事ですよね。という中で次回、さらに頑張ってる教育をみたいなところですごく地方というとあれですけどね。でも東京じゃない場所でいろんなこう活動を広げてるってやっぱりすごく大事な中で、次回にお呼びする方はダララ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 ドン、どなたなんでしたっけ？山田先生ですね。はい。はい。どんな意図で山田さんにお声掛けを？何年か前に AI の研究をこう見て、こんなこと日本で研究してる人がいるんだなと思っていろいろ調べたのが、最初だったんですけれども、非常に研究、そして教育、両方ともこう積極的に頑張ってらっしゃるので、同じ課題もこう感じながらやられてる仲間としていろいろお話聞きたいなと思います。そうですね。建築情報学研究室って看板を多分日本で初めて掲げた研究室ですよね、山田さんとこね。で今年は情報新報も、立命館で行われるし、それの準備なんかも大変だと思うんですけれども、その辺の話をがっつりと。はい、ラーメンの話と。ラーメンはい。はい。ということで、もうそろそろお時間来てしまったんですが、はい。じゃあ次回は、この建築情報学会チャンネルっていうのは本当30分小ネタをずるずるっと話すだけなんですけど、
それでなんかこう、本当に生な視点をお互いにリレーしながら、発信していくという、ちょっと緩めの仕組みなので、ある回のゲストが次の時にホストになりという形でリレー形式で回していきますということで、僕は今週でだからさよならでしばらくは。で、来週は杉田さんがホストになってゲストに山田さんをお呼びすると。はい。2週間後ですね。来週じゃない、2週間後だよね。で、各週の木曜日10時から30分だけの短いお時間で、いろんな方をお呼びして配信していきますということで。はい。何か最後に一言あります？いえ、また続きは、じゃあ2週間後で。広島カープ今日勝ったんでしたっけ？見てないですね、まだ。全然ファンじゃないじゃないですか。はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、失礼します。